はじめましての方もこんばんは。水星の魔女の PV を見て興奮して眠れない男ゆちです。ガンダム新テレビシリーズ、楽しみですね。ただ、あのクオリティです。スタッフの体が持つのか心配です。ちなみにガンプラは予約できました。美少女は無理でしたけどね。さて、このチャンネルではガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。それでは今日作るプラモを早速見ていきましょう。今日作るプラモはフレームアームズガール影虎です。このプラモはメタルギアソリッドなどをデザインしている新川氏がデザインしたプラモです。それではその造形美をニッパーなどで切り出して組み上げていきましょう。組み上げたのがこんな感じ。素晴らしい。さすがだと言いたいところだが、さすがだ。メタルギアの敵兵全員このスーツになってほしいって本気で一瞬思いました。しかしなんといってもメカメカしい中で美少女らしいラインがちゃんと出ているのが素晴らしいですね。さらに結構装甲類がついているので動かしづらいのではと思いますが、関節は大きく動かすことができ、こんな膝立ちポーズもできたり、さらにこんな女の子座りができたりします。さて、ここからは付け替えパーツを見ていきましょう。手の付け替えパーツは全部で5種類。顔の表情パーツは全部で3種類。さらに太もも調整パーツと少し短めの太ももがあります。この調整パーツは他のフレームアームズガールの生足と付け替えることが可能になります。そして乾燥パーツたちだ。このスーツにさらに武装類を取り付けるとこんな感じだ。いい武装の量だ。武器がたくさんあるのが好きな僕にはたまらんですね。武装がつくことによって稼働が制限されることもなく、さらに武装のおかげでポージングの幅が広がります。さらになんといってもこのヘルメット。このヘルメットはメタルギアを連想させるデザインになっております。メタルギアの一ファンとして本当に嬉しいデザインだ。さて、武装パーツをざっくり見てみましょう。銃はなんと5種類もあります。この量からしてもう素晴らしいですね。そして背中のアームには付け替えで刀やレドームを付けることができます。さらにバックパックに付いている装甲類は足や腕に付け替えが可能です。これもあまり稼働の邪魔になったりせず、さらに付け替えも簡単なので気軽に付け替えることが可能です。さて、ざっくりレビューはこんな感じ。今日はこいつをただ塗るだけにする予定だったのですが、作っていくうちに予定は変更。俺はこの武装パーツたちを墓地に送り、レシティアの生足と生腕を追加装備。夏らしく肌面積を大きくし、レースクイーン風に仕上げるぜ。ちなみに足首はソルホーネットのパーツを使わせてもらうぜ。それでは改造の方行くぜ。まずは足の接続の付け根だ。ただ付けるとこのように段差が激しいため、タミヤエポキシ造形パテを使って段差を埋め表面を整えるぜ。パテをしっかり混ぜたら表面にパテを盛り、段差を埋めていく。よく乾燥させたら棒ヤスリなどでざっくりと表面を慣らし、さらに水とスポンジヤスリを使い、さらに表面をすっきり整える。これにより塗装した時さらにセクシーな足に仕上がるってわけだ。出来上がった足がこんな感じだ。塗装が楽しみだな。表面が整ったら足や腕のスーツ作りだ。作りたいスーツの模様をシャーペンでマーキングし、その模様に沿って一度サウザンドナイフ軽く溝を掘ったらウェーブのタガネをフィールドに召喚。 0.2 ミリで筋彫りをしていく。深く掘れたら表面にはバリが出てしまうため、一度ヤスリで表面を整え、その後 0.3 ミリのタガネで軽く 2,3 回掘ればモールドの完成だ。できた足がこんな感じだ。これを腕や足すべてにやっていく。次に総裁少女庭園のオプションパーツの傘を影虎の銃とミキシングする。改造は簡単。銃の先端に真鍮が入るように穴を開け、そこにアロンアルファで接着。これにより一見ネタのように見える武器の完成だ。そして傘が折りたたまっている方にはハンドガンの先端を使う。ただ程よい真鍮はないため、長いやつをペンチでぶった切る。あとは先ほどと同じくアロンアルファで接着。これで折りたたまれている傘の完成だぜ。そしてさらにレースクイーンが持っていそうな旗を作るぜ。用意するのは寿屋のウェポンユニットと1ミリのプラ板。
こいつを程よい大きさに切り、細心の注意をして燃え盛る大地。燃え盛れ大地。燃え盛らん大地。ガスの元栓を入れて燃え盛る大地。火を使う作業は火事につながる場合があるので、慎重に行っていくぜ。そしてプラバンを炙る時のコツは、木の真上でずっと炙っているのではなく、しゃぶしゃぶをするような感覚でプラバンをだんだんと熱くたぎらせていく。こうすることによりプラバンを曲げることができる。だがしかし、プラバンの表面は炙るととても熱いため、この眠れないアホとは違ってみんなは軍手を使ってやろうぜ。いい感じに作った旗の根元には賜物前で余っている関節を使い、槍の方に3ミリのジョイントを作れば、勇気の旗印、モンスターの攻撃力はアップするぜ。さらに俺は追加装備としてヤマハ FZR750 を召喚。これによりデュエルはさらに加速するぜ。こいつをある程度組み上げて組み合わせることができるか少し確認をするぜ。だがバイクプラモは接着剤必須のため、あまり組み上げると融合解除不能になる。なので素組みはここら辺で許してほしいぜ。まあとりあえず予定はこんな感じだ。予定ではな。さらに細かい下処理をやっていく。プラモの宿命パーティングラインは、デザインナイフで一度カンナ掛けをし、その後ヤスリで表面を整えば完成だぜ。パーティングライン粉砕。合わせ目処理ではミスターセメント SP を使うぜ。消したい合わせ目の部分にミスターセメント SP を流し込み、両サイドを強く押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたら、スポンジヤスリ600から1000番で整えるぜ。これを気になる部分に全てやっていくぜ。バイクなどの綺麗なクリアパーツ類には100均の爪研ぎで少し表面を慣らしておく。仕上がりはやはり少しくすんでしまうが、これぐらいならクリアのトップコートを拭くとピッカピカになるぜ。これで大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装いくぜ。まずはサーフェイサーグレイを使って装甲パーツ類をすべて灰色に染め上げる。そしてその上にサーフェイサーエボホワイトを使い、動画では全くわからないが真っ白にしていきます。一部白装甲にはピュアホワイトアイスコバルトブルーを使って白く染め上げます。そしてタミヤのエナメル塗料ライトグリーン、フラットイエロー、ホワイトを使って今回のメイン色黄緑色を塗っていく。赤パーツにはローズブライトレッド、コーラルオレンジを調色し赤オレンジ色に塗るぜ。一部スーツにはアイスコバルトブルー、ピュアブラック、ライラックピンクを混ぜて黒紫色でスーツを塗ります。一部青パーツにはクリムゾンレッド、マーズダークブルー、ウルトラマリンブルーを使って青く染め上げます。大体のスーツが塗り終わったらサーフェイサーパステルピンクを使い肌の下地を塗っていく。そしてフレームアームズガールカラーブラウンフレッシュを使い肌を褐色に染め上げる。バイクの内部フレーム類にはフレームメタリックカラーを使います。そういえば皆さんは水星の魔女で気になるところは何ですか？なんと言っても僕はシールドビットですね。もう序盤からビットですからね。珍しいも珍しい、しかもかっこいいですから気になっちゃいますよ。さらにバイクの目立つ一部フレームにはミスターカラーのスーパークロームシルバー2を使います。さらに一部パイプ類はスターブライトシルバーで塗り分けをしていく。これでエンジン周りは大体完成なので一度クリアのトップコートを拭きます。次に髪の毛マイルドオレンジとコーラルオレンジを使って髪の毛を金髪にしていきます。そしたらここに少しハイライトを入れ、次にトップコートを拭き、その上から影を落としていきます。塗りすぎてしまった影はメラミンスポンジを使ってこすり取り陰影をはっきりさせます。陰影をはっきりさせた髪の毛がこんな感じだ。カメラだといまいちわかりませんが、これをやることにより結構はっきりするぜ。ここからは筆による部分塗装。まずはダークコッパーを使ってエンジン周りを一部金色に染め上げます。さらにハンドルなどにはブラックを使って黒く染め上げます。
口元にはピンク、ホワイトを使ってピンク色に染め上げます。はみ出てしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。続いてデカールはマークソフターを使い、付属しているデカールと、今回は身内に自分のデカールを擦ってきてもらいました。貼り合わせるとこんな感じだ。いいね。そして100均で買ってきた化粧品でチークを描いていく。これであとは接着剤でバイクを組み立てれば完成って思っていたのだが、バイクのシートをなくしました。そんななくす大きさじゃないだろ。どうしてなくすんだよ。僕もそう思いました。でもなくしちまった。なくしちまったら仕方ねえよな。作るっきゃねえ。プラ板を貼り合わせてヤスリで形を整えていくぜ。シートが完成したのならば最後はトップコート。美少女の方にはクリアと艶消しを1対1に混ぜトップコートを吹きかけていく。バイクの方はクリア単体だ。これで全ての作業は終了。さあライディングデュエルアクセラレーション。いかがだっただろうか。今回の影虎レースクイーン風は去年のレースクイーン風とは違って今回は緑を主体にしてみました。そしてさらに去年の反省点である旗、パテじゃなくてプラ板で工作したため重量が軽くなったと思ったが、全体的に大きかったため総重量は変わらん。何やってんだ。しかし火を炙るのがだいぶ上手くなった気がする。これで工作の幅が広まるぜ。さて今日の動画はこんな感じ。今日の動画も楽しかったよ、面白かったよと思った方はチャンネル登録、熱い高評価よろしくな。今回のバイクのシートをなくした際、それらしいものを見つけた、やったぞって思った時、よく見たらいつかなくしたと思ったキーボードのボタンでした。一瞬これをシートにしてしまえばいいのかと思ったのだが、思いとどまってキーボードにはめ直しました。みんなもキーボードは大事にしような。またな。